あ、くるくる。あ、くるくる。もうやっちゃいましたよ、これね。もう、前にちょっと強化してですね、スカイメモ S の微動運動を強化したんですけど、結局これ壊れちゃいましてね。まあよくね、このレバーが折れたとかいろんな方がいらっしゃるんですけど、そういう記事を読んでたんですけど、僕もやってしまいました。ということで今日は、どういう構造になってんのか、せっかくなのでちょっとバラしてみようかなと。ちょっとここもナットに変えようかなと思ってるんですけど、はい、ちょっとバラしてみたいと思います。では分解していこうかと思います。まあね、いつかやっちゃうなぁとは思ってたんですけど、やっちゃいましたね。まずレバーを外します。ちょっとノーマルと変わってますけど、ノーマルはバネ入ってたりいろいろしてるんですけど、ちょっと改造しちゃってますんで、これですよね。わかりますかね、これね、本当は溝があるんですよ、ここにね、ギザギザの。それがなくなっちゃってると。この中にも溝があってはまるんですけども、ほとんど溝がかけちゃってますね。レバーはもうアウトということで、仕方ないですね。これを分解していくんですけど、ここにこんなのが入ってまして、これは後で入れたと思うんですけどね、こっちはもともと入ってるやつですけどね。で、これをこの健康のシールを外さないと取れないのかな。押したらいけましたね。押したらいけました。で、こんなボルトが入ってますね。で、これが、こういうのが出てきました。どっちがどっちかわかんないですけど、どっちから出てきました、今。どっちでもいいのかな。こんな感じですよね。ここにこのギアが当たってるんですよね。で、ここに当たるんでしょうね。これを外そうと思ったら、ここを外さないといけないですね。ここは、これで外せますね。外れました。いけましたね。こんなのが入ってました。ちょっとボンドで留めてあるような、ちょっと粉出てますけど、抜けるということでしょうか。これでも抜けないですね。抜いてもしゃあないんですけど、ここに当たる。このまま回せば、でもダメか。ここ外してみましょうか。ここ外したって別にレバーが取れるだけだと思うんですけどね。取れました。これを取ったところで、これは取れない。これってどうやってついてるんでしょうか。ここが開いてれば、ここをきれいに掃除しないといけないのかもしれないですね。ちょっとマイナスドライバーで、ちょっとここ削ってみますけど、削るというかゴミを取ってみますけど、ゴミでもないですね。ボンドですかね。ちょっと取ってみました。ボンドを取ってみました。抜けましたね。抜けました。
あ、こうなってるんですね。はあ、はあ、はあ。なるほど。まあ別にこれを取ったからどうってことないんですけど、まあ、こうなってるんですね。これは外す意味はなかったですね。ちょっと元に戻しておこう。ちょっとこれは外さない方が外すと厄介かな。こっち向きかな。よし、入った。ここは外しても意味ないですね。まあこんな感じになってますよということで、これで回るようになりました。で、あとここですよね。ここ、まあこれ、こっちですか。こっちちょっと外してみて、で、ここを外しましょうか。と、こんな感じになってますね。なんかこれグラグラですね。ここが、もしかしてここが緩んでたとか、ちょっとここが緩んでたかもしれないですね。まあ、ここをこう、押してるわけですよね。ってことは、ここって意外と緩むかもしれないですね。なんかここってどういう、ちょっとネジ外してみましょうか。もうただこれだけですからね。ここにスプリングワッシャー入れててもいいかもしれないですけどね。なんか緩んじゃいそう。なんか意外とここ緩んでるってことあるかもしれないですね。スプリングワッシャー、ちょっとスプリングワッシャー入れてみましょうかね。スプリングワッシャーを持ってきました。まあ、M6 のボルトについてるやつなんですけど、このスプリングワッシャーがあるので、この方がしっくり、なんか緩む感じがしないですけどね。で、ここを、まあこうなってるので、こう入れてですね、あ、ダメです。ここをスプリングワッシャー入れるとここに当たりますね。浮いちゃいますね、ここがね。長すぎてこれが。なるほど。やっぱ余計なことしちゃいけませんか。それが何か緩みそうで怖いんですけど、まあ仕方ないです。で、こうして、で、ここですよね。ここでピタッとくっついて、まあ上から、このボルトを、六角ボルトを入れると。で、ここが樹脂なんですよね。ここが樹脂。まあこれは別にいいかな。これがないとスムーズに、締めすぎてくっつけちゃうとスムーズに動かないですもんね。この樹脂、これでいいんですかね。なんとなくここも平ワッシャーを入れたらどうなるのか。樹脂がこれ潰れちゃうんですよね。こんな感じで。わかりますかね。
こ潰れちゃうんですよね。なので樹脂入れて、ちょっと平ワッシャーを入れて、なんとなくこうしとこうかなと思います。一緒ですけどね。一緒ですけど、ちょっと平ワッシャーを足してみました。ここである程度締めても動くと、動きますね。動きます。まあ、これが緩すぎたらいけないんでしょうけど、さあ、こんなもんかな。これでいいです。とりあえずこうしときました。平ワッシャーを足してみました。あんまり意味ないかもしれないですけど、まあ、あとはこれをつけていく感じですよね。これが、どっち向きかな。こう矢印がある方がこっちですよね。こっちから入れる。こうか。こうして、これ刺しすぎるとダメなんですよ。こっちの樹脂を通さないといけないので、こうひっくり返して樹脂を入れると、これも樹脂の方がいいんでしょうね、おそらく。がっちり固定しちゃうと動かないんで、このぐらい樹脂があった方がいいんでしょうね。よっしゃ、入った。で、今回はこれで止めちゃうと。これがスプリングワッシャーの代わりになるんで、これでいいかな。これで、ナットで固定するようにします。レバーの方が扱いやすいですからね。もともとレバーでしたけど、いらないことしたんで壊しちゃったんであれですけど、ここをこれ全部鉄なんで、鉄か何かわかんないですけど金属なので、ラチェットで軽く締めておけばおかしなことにはならないでしょうからね。こんな感じですよね。これでいいかなと。ちょっととりあえずバラしたらこんな感じでしたってとこですね。ここにワッシャーを足したってとこですね。ちょっとこれでがっちり、ナットの方がいいかもしれないですね。がっちりですんでね、これ締めすぎても良くないでしょうけど、本気でこれ締めたら何か壊れそうですからね。そこそこ。これでも壊れることはないでしょ。これがっちりしたし。で、今日の一番のポイントは、ここですね。ここ緩んでる可能性ありますね。さっきの構造からすると。ですんで、もし緩んでたら、ここの動きがなんとなく悪い気がします。これがっちりしてますけど、普通こっち緩めて北極星の位置をこう合わすじゃないですか。で、こっち締めたつもりなのに、なんかポキッと動いたりとか、なんかしっくりこないとかがあるような気がします。さっきの筒ですよね、この中にあった。ですんで、ここ締めておく。要は、ここをギュッと締めた後にここを増し締めしておくという作業をしとかないと、絶対この動きがちょっと悪くなると思います。これでしっかりしてますね。微妙な動きができそうな気がしますね。僕ちょっとなんかそういうのあってなんでかなって思ってたんですけど、多分ここが緩んでたんだと思うんですよ。なんかそんな気がしますね。でもここを入れたのが意味あるかどうかわかんないですけどね、このワッシャー。一緒かもしんないですけど、
ここの増し締め、それをしとかないといけないっていうのが分かっただけでもかなり大きいです。で、あとはここですよね。ちょっとこう遊びがあるんですよね、これね。ですんで、若干動くのかな。この遊びは意味あるのか。ここでカメラが乗って、重りが乗ってなので、こっち向きに乗るじゃないですか。ですんで、ちょっと乗っけてみましょうか。で、三脚に乗っけてみましたけど、ちょっとここ遊びがあるじゃないですか。まあ当然これ遊びがあるんで、当然だと思うんですけど、遊びは。そこはもう仕方ないというか、まあそういうものだと思うんで、ただ、まあここがちょっと締め付けが弱かったら、ちょっとこの、なんていうんですかね、僕いつも北極星34度いくつぐらいの角度なんですけどね、この角度が。で、まあ機材を積むじゃないですか。まあ撮影のこの角度にもよるんですけど、こっちにバランスがいくか、こっちにバランスがいくかで、ここがね、この遊び分、ちょっとこう北極星がずれたりするんじゃないかなと。ここの締め付けが弱かったら、時々動いてたんですよ。ここを覗いたピタシ合わせてから、あとこういろいろ作業してですね、撮影して録音すると。で、録音中に時々こう覗いてみたら、あれなんでずれてんのかなみたいなことが時々あるので、まあ、時間が経ったらずれてるとか、光軸のずれとかうんぬんじゃなくて、明らかに何かこうずれてることがあったんで、多分それが気になってたんで、ここを強く締めたいなってとこだったんですけど、まあ今回ナットにしたので、これで大丈夫じゃないかなと思って、今度ちょっと試してみたいんですけど、あとそれとですね、この部分あるじゃないですか、この部分。ここにまあボルトが入ってナットがあってしまってるんですけど、この隙間、ここ樹脂が入ってましたけど、大きめの樹脂が。で、ここはちょっとね、隙間が大きすぎて、もうちょっとここの樹脂が太かったらいいと思うんですよ。っていうのが、金属なんでこれ、こう上にあるじゃないですか。こう締め付けた上からだけこう、締まるような感じになるので、結構ここ締め付けても、なかなかこの上だけ、均等にこうなればいいんですけど、上だけたわむんで、結構締め付けても、なかなか締め付けられないみたいなことが出てくると思うんで、もしこの隙間を、もう少し下敷きみたいなのとか、クリアファイルとかでもいいんで穴開けて、ここに隙間埋めてやると、元々のレバーでも結構締まるかもしれないですね。ちょっとこれ試してみないとわかんないですけど、ちょっと僕もまあ一回これでやってみて、それでまあちょっとまだ不安があれば、ここにちょっと隙間に樹脂を足してみようかと思います。で、あとちょうどたまたま今回バラしてみて分かったのが、ここですよね。この中に銀色の筒みたいなのあったじゃないですか。それをまあこれで挟んでるんですけど、その筒が分解した時にちょっと緩んでたんですよね。ちょっとガタがあったんですよ、筒に。で、それがあると、この左右の動きがこう回して北極星でピタッと止めたいという時に、ここにガタがあるとなんか変な動きすると思うんですよ。ちょっとその辺僕ちょっとなんとなく違和感があって、うまいこと北極星を止められないなというのがあったんです。ちょっとこれで改善したかもしれないです。ここをギュッと締め付けた上で、下からネジをギュッと止めておくということを時々確認しといた方がいいですね。それでちょっと使いやすくなるんじゃないかなと思います。ちょっと今回分解してみて、これ緩みやすい。ここ緩むと思ってなかったんですけど、全然結構緩むポイントだと思うんですけど、まあ今回分解してこんな感じで分かったことがありましたということで、
レバーは壊れたんですけど、まあそれも、逆にいいかなといいことはないんですけど、まあ、ということで今回分解してこんなことが分かりましたということの動画でした。ありがとうございました。